今回紹介するお話は、ジョージ・ガイプのバックトゥ・ザ・フューチャーの2回目です。1955年にタイムスリップしたマーティは父親のジョージに出会いました。車にひかれそうになったジョージを助け、マーティは代わりに事故に巻き込まれます。果たしてマーティは1985年に戻れるのか、よかったら聞いてください。1、出会い。母親のロレイン・マクフライが以前こんなことを話していた。私が若い頃は男の子を追っかけることなんてなかったわ。そんなことをしたら安っぽい女の子だと思われてしまうもの。電話をかけたこともなければデートに誘ったこともないし、車の中で男の子と二人っきりになるなんてもってのほか。マーティの姉が聞いた。それじゃあどうやって男の子と知り合うのよ。偶然よ。私がジョージと出会えたように、おじいちゃんがお父さんを車で跳ねたんだっけ。私未だにわからないんだけど、パパは道の真ん中で何してたの？ 2. ロレイン・マクフライ。マーティが目を覚ますと、聞き覚えのある女性の声が聞こえた。母さん？ 30 年前に行くひどい夢を見てたよ。もう大丈夫よ。あなたは1955年に帰ってきたわ。1955年？マーティは飛び起きて声の方を見た。目の前の女性は間違いなく母親だった。まだ高校生だった頃のロレイン・ベインズがそこにいた。3. エメット・ブラウン。1955年11月5日、35歳のドクの家におかしな高校生がやってきた。僕はあなたが発明したタイムマシンでここに来ました。そして今、帰るのにあなたの手助けが必要なんです。帰るってどこへ？ 1985 年に、あなたの大いなる発明はタイムトラベルマシンで実を結ぶんです。他のことでいたずらに時間を潰さないで、どうすればタイムマシンが動くかを研究すべきです。何の話かね？タイムマシンとは？私はタイムマシンなんか発明したことはないぞ。君は私を引っ掛けようとしているんじゃないか。ドクにどうすれば信用してもらえるか。マーティは今日という日がどういう日かを思い出した。頭を打ちましたよね。洗面台でぶつけたんでしょ。それで超時間回路を思いつきませんでしたか？タイムマシンはどこにある？ 4. タイムマシン。マーティは夜中になるまで待って、デロリアンをドクの家まで持ってきた。ドク、あれがあなたのタイムマシンです。ドクはポケットから一枚の紙を取り出した。洗面台で頭をぶつけた後、これを書いたんだ。マーティは車のドアを開け、紙に書かれていた超時間回路の実物を見せた。動いているぞ。ついに役に立つものを発明したんだ。ノーベル賞は何年にもらえるんだ？いや待て。私は責任感の強い科学者だ。私が子供を過去に送り込み、置き去りにするはずがない。マーティは事情を説明しようとした。待った。言わんでくれ。未来を詳しく知りすぎるのは危険だ。歴史の流れを変えるかもしれん。1時間後、デロリアンがどう動くのかを調べた後、ビデオカメラの映像を再生した。ここから先が大切なんです。これ、なんで走るの？今のところはプルトニウムが必要なんだ。超時間回路を動かすのに 1.21 ギガワットの電力が必要なんだ。なんだと？ 1.21 ギガワットだと？ 1985 年ではプルトニウムがドラッグストアで売られているんだろうが、1955年では入手は不可能だ。お願いです、ドク。あなただけが頼りなんだ。しかし、1.21 ギガワットのエネルギーを生み出すには、雷ぐらいしかない。しかも、動力源として使えるほど近くに雷が落ちる保証もないしな。マーティはニヤッと笑った。いつどこに落ちるかわかりますよ。マーティはポケットから一枚のパンフレットを取り出した。5. 雷。
1985年のタイムマシンに乗る前、マーティは学校の帰り、タウンスクエアの裁判所前にいた。目の前には何十枚ものパンフレットを持った女性が立っていた。時計塔を守るために寄付をお願いします。寄付金入れの缶を突き出し、女性は言った。ヒルバレー保存協会は、あの時計塔を歴史的文化財として保存すべきと考えています。30年前、時計塔に雷が落ちて、それ以来、あの時計塔は時を刻んでいません。手持ちの25セントを缶に入れると、女性はパンフレットを1枚くれた。時計塔の話が詳しく書いてありますよ。最初のページの一番上には、1955年11月13日の新聞のコピーが載っていた。時計塔、雷に打たれる。針は10時4分を指したまま。6. 写真。君の言う通りだ。これを利用すればうまくいくかもしれん。今度の土曜日の夜、君を未来へ返してあげよう。それまでの間、この家から一歩も出るべきじゃない。誰にも会ってはいかんし、誰とも話をしてはいかん。未来に重大な影響を与えるかもしれないからね。確認だが、今日どんな人と接触した？僕の父と母に。マーティはドクに今日の出来事を説明した。君はお父さんが車にはねられるのを救ったんだね。ええ、でも、はねられていても死にはしませんでしたが。どうしてそんなことがわかる？おじいちゃんの車が父をはねた時に、父と母が出会ったってのは、マクフライ家では皆知っています。なんてことだ。君は両親の出会いを邪魔したのか？さっき見せてくれた兄弟の写真をもう一度見せてくれ。マーティから写真を受け取ったドクの顔は険しくなった。やっぱり、思った通りだ。写真にはマーティと兄と姉の3人が写っていたが、兄の頭が消えていた。簡単に説明しよう。君はご両親の最初の出会いを妨げたことになる。ご両親を何としても合わせなければならない。二人が出会って恋に落ちなければ、結婚もせず子供も生まれない。それが君のお兄さんが消えつつある理由だ。次は君のお姉さんだろう。そして最後は君が消える。マーティは学校に潜入し、二人を出会わせることにした。7. マーティー・マクフライ。1985年のタイムマシーンに乗る前、オーディションに落ちたマーティを彼女のジェニファーが慰めていた。一度断られたからって世界が終わるわけじゃないわ。あなたはいつか成功するわよ。どうだろう。僕には音楽の才能なんてなかったのかも。ジェニファーは数日前に借りたデモテープをマーティに返した。あなたたちが作ったこのテープ、よくできてるじゃない。音楽をやめるなんて言う前に、このテープをレコード会社に送るって約束してちょうだい。でももし気に入ってもらえなかったら、才能がないってはっきり言われたらどうすればいい？ 8. ジョージ・マクフライ。魅惑の深海パーティー、土曜夜、入場料1ドル。マーティは思い出した。そうだ、そこがファーストキスの場所だって聞いたことがある。ジョージは食堂でサンドイッチを食べながら何かを書いていた。やあ、ジョージ、何を書いているんだい？ SF 小説さ。マーティは父親にそんな創造的な面があることを知らなかった。ちょっと見せてよ。嫌だよ。だって良くないって言われたらどうしたらいいんだよ。君にはこんな気持ちわからないだろうけど。そんなことはないよ。マーティは父親の傷つきやすい感受性と創造性に強く心を動かされた。そして、ジョージのために心から手を貸したくなった。ロレインをデートに誘う勇気を振り絞るまで。放課後、マーティはジョージを再び呼び止めた。今日は帰って大学の話をしないといけないんだ。父さんは大学なんか行く必要ないと言うだろうな。大学で何を専攻したいの？創作かジャーナリズムを学びたいんだ。もし小説の道で生計を立てられたら、ならちゃんと言うべきだよ。
ドクの家に戻ってきたマーティは怒りに震えていた。ジョージはやっぱり僕の知っている父さんでした。おじいちゃんが必ず失敗すると言い聞かせてたんです。彼に何だってできると教えてくれる人は一人もいないんだ。よくある話だよ。写真の兄はほぼ消えかけて足を残すのみになっていた。マーティはソファーに腰を下ろし、横にあった新聞の記事を見た。農夫宇宙人が納屋を壊したと主張。これだ。眠りについたジョージに、そいつはヘッドホンをつけ、ウォークマンの再生ボタンを押した。爆音でバンヘイレンを聞かされたジョージは飛び起きた。目の前には見たこともない奴が立っていた。静かにしろ地球人。私はダース・ベイダー。バルカン星から来た宇宙人だ。怯えたジョージにくぐもった声の宇宙人は続けた。お前に指示を与える。ロレイン・ベインズという女を4日後の夜にヒルバレーハイスクールに連れてくるのだ。そんなこと僕にできるかどうか。宇宙人が少し手を動かすと、再び爆音が頭に響いた。私の決定に逆らうと、これを続けるぞ。わかりました。ならば、目をつぶれ。宇宙人はジョージの鼻に何かをあてがった。放射線防護服を着たマーティは、マクフライ家から笑いながら出てきた。うまくいったようだな。ドクはエンジンをかけ、車を出した。助けてほしいんだ。放課後、マーティはジョージに呼び止められた。ロレインをパーティーに誘いたいんだけど、どうすればいい？ご視聴ありがとうございました。今回のお話が面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。